現場ボーン。ホームレスを救うためにがっつり家を建てた我が町。さらなる発展を目指し今回も開発してきましょ。では早速建築途中の新庄の様子を確認。足場作るの忘れてて建築止まっちまってるじゃねえか。早速のやらかし。とりあえず足場設置。これ屋根はどうすんだ？後で考える。適当だな。はっはー。ランダム前の底下げ工事か、地味に貯水量増えてるっぽいな。左遷現場の家の裏も葉っぱで更地に。確かここパン屋とかなかったか？行政立ち退きさせちゃったので、お詫びに新しいパン屋さん作りますです。こら。ちょうどいい高さで家と繋がったので、グリル屋さんもついでに建てます。朝食ゲットするのにいい立地だな。本拠地の製錬所周りが他の建物と比べて、背が低いのが気になったので回収しましょ。割とどうでもいい理由で建て直しスタート。そんなわけで背の高いテラスハウスをずらーっと。ビーバー増えたら家も必要になるかもだし、これ結構役に立つかもな。上に製錬所を建てるつもりなので、橋架けて移動できるようにしましょ。好きあらば橋を架ける。大幕府の水路の微調整がうまくいかず、干からびちゃってることが多いので家を建ててごまかしましょ。掘った穴は埋められないから、後で直すの面倒なんだよな。そういうことててーん。めっちゃ水田植えとるー。干ばつ来ても水大丈夫だったので植えてみました。こりゃ倉庫いっぱい収穫できるな。大幕府の水路の上の家完成。これで地面カッサカサなのがごまかせるな。今度は大穴ダム周りを回収。適当に作った地域で小麦もちゃんと収穫されてないっぽいな。まあ時間かかるだろうけどダムに足場作ってなんとか対処しましょ。庶民ビーバー町の家完成。お、前回から作ってたやつできたのな。これでもっとビーバー増やせるし町拡張しようかな。とりあえず農場と繋いで下準備っと。めっちゃ広い農場と繋がるから、新鮮な人参食べ放題だな。収穫が間に合ってないから直で食べてもいいよ。こら。培養ポットで増やしましょう。しれっと2200匹超えてるじゃねえか。まだまだ増やすよ。あ、ついでに屋根つけよ。ビーバーハマるから1個ずつつけないとダメなパターンだな。PC カックカクなので待つのつらい。諦めろん。山城の家なんか繋がってないと表示されてると思ったら行動範囲3マスタリズ。所用無常。あれ？大幕府の町さっき家作ったのにもうホームレスが発生してる？急いで家を作ってあげなきゃ。でも、よく見るとビーバー344匹に対して、家は485匹分あり空き家は100部屋超えとる。もう気づかずがっつり建築始めちゃってるよ。おバカちゃーん。テこ入れのため、山城裏の町の地区の中心をちょびっと上の方に移築。大穴ダムの方に主要施設揃っちゃってるから、今のままだと微妙に不便っぽいな。避難地区では農場を拡張しましょ。最近は食料不足になりがちな大幕府にも、食料配達しております。新城の屋根取り付け工事。後先考えないで作るから、相変わらず足場ぐっちゃぐちゃになっちまってるな。完成すればもう満体。おい。山城の家の屋根取り付け工事。また屋根か。足場の設計がミスってたことに気づき、困惑する様子。さっき完成すればもう満体とか言ってたけど完成してねえじゃねえか。結局ぐねぐね足場。ちゃんと考えてから作れよ。無駄作業、すまぬビーバーたちよ。そしてまた足場ミスってたので最低性。もうぐったぐだだな。なんとか完成。さて足場壊しましょ。これでこのぐったぐだの足場ともお別れだな。下に落下して取り残された。数時間が経ち階段が完成。2時間以上立ち泳ぎでこらえました。ごめんちゃい。いのー、ちの水。水流れてくるの遅くて夜になっちまって見に来いよ。糸かなし。大幕府の家が完成してたので建てまし。その町空き家いっぱいあるのに。中途半端な高さだと景観微妙だったんよ。まさかの屋根代わり？テこ入れ中の山城裏の町でホームレスが12匹ほどいたので、先に家建てちゃいましょ。ついでに道も整備だな。こんな感じで工事しまーす。だんだん畑も一段吹き飛ばして更地にする感じか。
新城の屋根取り付け、完了。雄大な大幕府が生えていい感じだな。これでもう思い残すこともないしこのマップも終わりか。まだデコってないしまだ続けるよ。まだやる気満々かよ。この適当な決断のせいで、この後やめ時を失うのであった。PC がもう悲鳴上げてるぞ。次回くらいで最終回にしてやれよ。全書します。そんなわけで開発は続き、庶民ビーバー町の給水ポンプを追加。最初はただの田舎町作ってただけなのに、ビーバー増加でどんどん拡張されてくな。避難地区もポンプ追加。ポンプずらー。山城裏の町の家ができてたけど、こんな感じで足場を作ってさらに建てまし上もなんか作るのか？農場を移築する予定。それで畑と屋上の高さ揃えてるのか。新城の倉庫の上にバラックと屋上テラス乗っけて、それっぽくしております。お堀の部分にもしれっと屋根が装飾されてるな。培養ポットで増やしましょう。ビーバーが増えるね。やったね。こっちにも追加。こやつしれっとポット追加しまくってやがる。ザンダムの食料枯渇。みんな他の地区に避難だビーバー大移動。ザンダムは農地を広げられないので、隣の避難地域の農場からパクらせましょう。こら。ザンダムはパンは首都からの支給のみだったので、周辺の作付けも見直して小麦も作りましょ。狭い土地だから効率よくやらんと今後きつそうだな。そんで倉庫を2軒建てて、その上にパン屋さんと製粉所を建設しますです。狭い土地だから効率よくやらんと今後きつそうだな。改修工事の途中で存在を忘れてた製錬場、サクッと作っちゃいましょ。そういやこれ作ってる途中だったな。縦に長いけどシャフトの代わりに差し込んだ、テラスハウスがお気に入り。さよか。山城裏の町も家と農場が完成。明らかに農場過剰だな。ビーバーは余ってら問題あるねー。ちげーねー。さて今度はここを更地にして倉庫作りましょ。ここ作物はいっぱい育ってるけど、倉庫いっぱいで収穫できてないんだよな。設計は、こんな感じになりそうろー。設計が面倒だったのか、倉庫2段に屋上テラスと屋根だけか。大きいと後ろの家とかぶっちゃう。謎のこだわり。山城ではスクラップの回収を始めたので、本拠地に送るように配給拠点を建設。まあ金属ブロック使う予定特にないから、なけりゃなくても問題はない模様。新城をちょいちょいデコってる様子。これが建て終わったらそれっぽくなってそうだな。干ばつで庶民ビーバー町の畑がやられてもうた。カッサカサでかわいそう。そんなわけで庶民ビーバー町の行動範囲のギリギリに、水門を作ろうと思ったんだけど、思ったよりも塞がなきゃいけない場所が多いので、やっぱやめた。じゃ、カッサカサのままにするんか？工事用の新築を作ってマップの端っこ全部埋めることにしました。お、これ終わったらマップも潤うし、最終回にちょうどいいんじゃないか？じゃ、キリが良かったらこれで終わりにしましょ。だがこの時の私たちは水門完成する頃に、新たな問題に直面することを知らなかった。工事用の新築は普段は沈んでるので、庶民ビーバー町の力で足場を事前に用意しました。干ばつしてる時にダッシュで工事だけじゃさすがに無理か。そして新城の工事はクライマックス、ただいま最後のオブジェを設置しております。ててーん。新城、完成。城門を抜けると屈強な運搬員が守る3の丸。そこを抜けるとお堀のある2の丸、有事の際には足場を崩し本丸に立てこもります。2の丸と本丸をつなぐ階段は L 字になっており、防御の薄い左側から矢を追いかけられる仕組みです。お前は一体何と戦ってんだよ。大幕府から見るとこんな感じ。なかなか存在感あっていいんじゃないか？当初掲げてた大幕府に入るお城を作る、これにて達成。もうこれで最終回でいいんじゃね？でも今ビーバー2400匹、あと100匹だし2500の大台は見てみたい。今回だけでしれっと300匹近く増えてるじゃねえか。てへ。では今回はこのくらいにしておいて、最後に街の様子を見てきましょ。移築した製錬所。工場感あふれる煙は、ほぼすべてグリルである。道でひしめくビーバー。工場作るときに道も整備したから、この辺ビーバー密になってるな。
完成した庶民ビーバー町の家。家の裏に拡張予定の足場が完成してるから、次回なんか建てようぜ。あいよ。左遷現場のパン屋さん。屋根の取り付けの終わった家。家の前でめっちゃビーバーうろうろしてんな。今回食糧難になったザンダム。小麦の栽培に切り替えて、今更ながらパンの生産も始まったみたいだな。なお、新たに作った農場は、一方的に隣の地区の作物をパクれる距離となっております。ヌスとビーバー。でも避難地区も今回農場を拡張したので、他に配給するくらい食料余ってる模様。なら普通に配達してやれよ。直で持ってってもらった方が早い。まあそうか。勘違いで家を建て増しまくった大幕府の町。あの3つ重ねたテラスハウス、ほぼ空き家である。糸かなし。山城。水蓮もいい感じに栽培できてるみたいだな。ホームレス対策に作った家が完成。でも一部行動範囲外で潰しちゃったから、もうちょっと建て増しが必要になるかもだぜ。テこ入れ中の山城裏の町。こっそり道が整備され、アクセスも便利になりました。建て増ししまくって大きくなった家。屋上が農場になってて、屋根が他と少し違っていい感じになったな。でも農場多すぎで、基本お座りして待機です。おい。そして今回ついに完成した新城。背景の大幕府もいい感じに完成したな。お城作るの、楽しい。楽しめたようでよかったな。では新城完成ビーバー2400匹で今回はここまで。次回最終回、マップの端っこ全部水門化して2500匹達成できるのか、お楽しみに。もしかしたらダラダラ続くのか、気になる方はチャンネル登録してくれてもいいんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。